今日は持続音を多用するスローな音楽、アンビエントのスタイルを解説していくよ。アンビエントは明確なメロディーを持たない、長く続く単純な音の音色を楽しむ音楽。スノはアンビエント音楽を超スローテンポと解釈するようで、アンビエントのスタイルは超スローになる。前にテンポの動画で解説したことがあったね。その時に紹介したドローンはアンビエントの特徴が強く出るスタイル。非常に長い持続音が続く超スローテンポの曲が作れるよ。ダークアンビエントは暗く重々しい雰囲気のアンビエント。ダークアンビエントは暗いだけでホラー要素はあまり含まれないから、ホラー風にしたいならホラーアンビエント。これも昔の動画で紹介したことがあるね。ただホラー要素は普通のメロディーと競合するから不安定な曲になりやすい。ホラー要素にこだわりがないならダークアンビエントの方が使いやすいよ。スペースアンビエントは宇宙っぽい雰囲気のアンビエント。宇宙にそもそも音楽があるのかと言われると何とも言えないんだけど、宇宙の BGM として多用される音楽だから宇宙っぽさを感じる人は多いはず。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみようか。明日の空はどんな色、答えはまだ知らないけど、君となら光と影交わる瞬間、忘れたはずの願い。光と影交わる瞬間、忘れたはずの願い。明日の空はどんな色、答えはまだ知らないけど、君となら怖くない。新しい明日の空はどんな色、答えはまだ知らないけど。3種類のアンビエントのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。アンビエント音楽そのものは人を選ぶ音楽で需要も少ないと思う。でも他のスタイルと混ぜると強いスローテンポ効果を与えられるよ。スローテンポにするスタイルと考えると使い道はいろいろと出てくると思う。アンビエント音楽はさっき紹介したシンセの電子音を使う音楽だけではなく、自然由来の音や民族的な音を使う環境系のアンビエント音楽も多いよ。フィールドレコーディングは自然の音を利用するアンビエント音楽を作る。スノだと鳥や虫の鳴き声や風の音、自然由来の音を多用する音楽になる。アンダーウォーターアンビエントは水中っぽい雰囲気のアンビエント。水中にそもそも音楽があるのかと言われると何とも言えないんだけど、水や泡をイメージしたような
独特なシンセの音が使われる音楽だよ。リチュアルアンビエントは儀式をイメージしたダークで暗い雰囲気のアンビエント。ダークアンビエントとの大きな違いは民族音楽的な要素が強いことだね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみようか。明日の空はどんな色、答えはまだ知らないけど、君となら怖くない。遠く響く足音が昨日の夢を呼び覚ます。光と影交わる瞬間、忘れたはずの願い。光と影交わる瞬間、忘れたはずの願いが途切れた地図の先に隠された。明日の空どんな色、答えはまだ知らないけど。3種類の環境系アンビエントのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。アンビエントの独特な音や雰囲気は他の曲と混ぜても結構残ってくれる。スローテンポにするだけではなく音や雰囲気を変える目的で使っても面白い。アンビエントは EDM 系と相性が良くていろいろな派生ジャンルがあるんだけど、時間の都合上派生ジャンルまでは紹介できないのでまた別の動画でやるね。それじゃまたね。